こんにちは、ミッキーです。今回は2025年秋最新レポートを吉祥寺カフェ5選としてご紹介します。個性豊かなカフェとスイーツの街、吉祥寺。この街には丁寧に入れられたチャイやスペシャリティコーヒー、フルーツたっぷりのスイーツや香ばしいタルトなど、今行きたい話題の店が揃っています。今回は食欲の秋にそんな吉祥寺駅周辺を歩きながら五感で味わうカフェとスイーツの最新スポットを巡る一日をお届けします。落ち着いた時間を一人で過ごしたい場合にも、気軽に誰かと楽しみたい時にもぴったりな吉祥寺の街。今の吉祥寺で見つけた甘くて少しだけ特別な時間をご体験ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはチャイブレイク。賑やかな吉祥寺の街を抜け、都会の喧騒から離れた井の頭公園の程近くにありますこちらチャイブレイク。新鮮な茶葉とたっぷりのミルクがじんわりしみるチャイと紅茶の専門店で、食べログカフェ百名店2025にも選出されています。もともと老舗のコーヒー店が入っていたという店舗は、木製の出窓とベージュの外壁が落ち着きのある雰囲気。チャイをかき混ぜている様子を上から覗き込んだようなロゴマークとチャイブレイクという優しいフォントの看板が目印です。店内に入りますと、木製の梁や棚などのインテリアが私たちを出迎えてくれ、初めて訪れた人もどっか懐かしさを感じさせてくれるような温かみのある雰囲気です。オーナーの水野さんは2009年の創業以前から茶葉の仕入れ業に携わっており、紅茶文化が根付いているインドやイギリスのように日本でももっとカジュアルに紅茶を楽しんでほしいと思ったことがこの店を作るきっかけになったとのことです。チャイと聞きますと皆さんが思い浮かべるのはスパイスの入ったミルクティーだと思いますけれども、チャイブレイクで提供されるチャイはスパイスを使いません。カップ1杯のチャイを抽出するのにティーポット2杯分の茶葉を贅沢に使い、ミルクで濃く煮出したいわば煮出しミルクティーはチャイの本場インドで提供されるものと同じ作り方とのことです。このミルクティーをベースにスパイスや旬の素材を用いたアレンジを加えて、スパイスチャイや季節のチャイ、氷と泡の食感が楽しめるアイスチャイなど、常に5種類以上のチャイを楽しむことができます。また、チャイに合うように考え抜かれたフードメニューは、自家製シナモントーストや本日のマフィンなど、どれも素材にこだわってお店の厨房で作られた一品の数々です。今回は朝に訪れてるんですけども、ランチ時にはサラダランチやゴロゴロ野菜のポトフランチもありますので、いろんな時間帯で楽しむこともできます。メニューも非常に豊富ですし、お土産用に茶葉を購入されるのもおすすめになっていますので、ぜひじっくり選んでいただいて、お好みのチャイを探していただければと思います。さて、そんなチャイブレイクさんで、この日はモーニングセットと自家製のシナモントーストをいただいています。モーニングの提供時間は、平日は朝9時から11時、休日は朝8時から11時になっていますので、井の頭公園を散策しつつ朝時間を過ごすのにとてもおすすめな店舗です。モーニングセットにはサラダと3種類のシリアル、チャイがセットになっています。そして注目すべきはチャイとシリアルがおかわり自由な点。存分にチャイを楽しむことができるのもとても嬉しいお店です。さらに追加で注文しました自家製のシナモントーストは小ぶりながらもさっくりしっとりとしていまして、噛み締めるたびにシナモンの香りが鼻を抜けて、チャイとの相性は言うまでもなく抜群でした。さて、最初の提供のタイミングではアイスチャイをいただいているんですけども、こちら途中からのおかわりではホットチャイをいただいています。朝食でお腹を満たした後にチャイでまたリセット。そんな朝時間を過ごして、この吉祥寺の豊かな一日を過ごすことができるかなと思います。ぜひ皆さんもご体験ください。Sometimes you gotta pray for a victory. 続いてご紹介しますのは OC コーヒー井の頭パークです。前にもこちらの店オープン当初にご紹介しているんですけども、オープンから月日が経って数々の注目メニューが誕生したり、お店の雰囲気も少しずつ洗練されてきましたので、またご紹介させていただいています。吉祥寺駅から徒歩5分、
井の頭公園入り口のすぐの場所に2024年12月にオープンしたクレープ、そしてアイスの専門カフェ。シンプルに素材と食感にこだわって居心地の良い空間でゆったりと過ごすことができます。ゲストのクレープ人生最高記録を更新することを掲げまして、厳選したオーガニックの卵、バター、牛乳、黒糖、ザラメを使った体に優しくて美味しいクレープを提供してくれます。目黒のミシュラン星付きレストランカビの立ち上げメンバーを経てデンマークに拠点を移し、ローマから独立したソムリエの店でシェフを経験した田井正樹さんがメニュー開発とシェフを務めています。そんな美味しいコーヒー井の頭パークで今回は夏の新メニューを中心にいただきました。もちろんメニューも注目ですけれども、この OC コーヒーさんは外から光が差し込むような空間もとても特徴になっていますので、ぜひその雰囲気と一緒に楽しんでみてほしいです。またちょうど井の頭公園の入り口にあるお店なんですけれども、意外と穴場的に利用することもできますので、吉祥寺でカフェ難民になってしまった時に少し期待して訪問するのもいいかもしれません。さてこちらはクレープを作っている時の様子。この OC コーヒーさんで提供されるクレープはもっちりと張りのある生地、福岡の農家さんが作る無農薬の小麦粉を使って島根木杉乳業のストレスなく育った牛から絞った優しい味わいの牛乳、広島から取り寄せた平飼い卵など厳選されたオーガニックの食材で構成されています。こちらは別の日に注文しましたレモンクレープ、そしてカフェラテ。農家から直接届きます新鮮な完熟レモンをスライスし、クレープと一緒にお皿に盛り付け、生地全体にレモンをたっぷりとかけ、爽やかなレモンの香りと一緒に楽しむことができます。バターを添えない分、通常のクレープより多めにザラメとバターをたっぷり生地に混ぜ込んでいるようで、甘みと酸味の絶妙なバランスがとても美味しかったです。この日に合わせていただきましたカフェラテは井の頭公園店限定で北欧スタイルとのこと。スチームミルクのふわふわのラテアートの美しい模様も見ることができますので、ぜひそういった部分を合わせて楽しんでいただければと思います。さてここからは夏の新メニューのご紹介。まず手前に映っていますのは塩バターアイスクレープ。 OC コーヒーの看板メニューシュガーバタークレープに添えるために生まれました自家製塩バターアイス。クレープに使っているものと同じニュージーランド産のグラスフェッドバターと2種類の塩を使って開発されたまさにクレープのためのアイスクリームを添えたクレープ。クレープと一緒にいただくことで温かい生地の香ばしさと冷たい塩バターアイスのミルキーなコクが絶妙に溶け合って食べ終わるのが惜しくなるほどでした。そして奥側に映っていますのはアイスクリームシュゼット。フランスの定番デザートクレープシュゼットを OC らしくひんやりアイスで再構築、クレープ味のアイスクリームに仕上がったこちらの一品もぜひお試しください。続いてご紹介しますのはパグ吉祥寺パルコ店。一度食べたら虜になる極上のクッキー体験が魅力のこちらの店パグ。吉祥寺駅北口から歩いてほんの2分のパルコ1階、そして2階に2025年4月末にオープンしました。元気のいいパグというロゴが目印になっていまして、吉祥寺駅周辺を散策している方はもしかしたら目に入ることが多いかもしれません。店内はご覧のような1階のカウンター席を中心としたエリアと景色を眺められるような2階のテーブル席、そして屋外の風が気持ちいいテラス席がありまして、一人でクッキーを堪能したい方はもちろんのこと、お友達とワイワイと楽しみたい方、いろんな方々のニーズに応えてくれます。ベージュとオレンジを基調とした内装はまるでアメリカの古き良きダイナーを彷彿とさせます。そんなパグ、アメリカマサチューセッツ州が発祥と言われています昔ながらのアメリカンクッキーが持つ食べ応えと味わいを存分に楽しめるようなクッキー専門店。ダークとミルクの2種類のチョコレートに香ばしいローストナッツ、そして日本人の味覚に合うような小豆のアレンジを加えたパグのボストンクッキーはこだわりが詰まった一枚。そんなボストンクッキーは単体でも楽しむことができるんですけれども、そんなクッキーとバニラアイスを同時に楽しめるようなボストンクッキークランチが見どころ。エスプレッソを加えたエスプレッソクッキークランチなどたくさんのアレンジメニューがあります。さてそんなパグさんで今回は定番メニューでありますボストンクッキークランチにブルーベリーソースをトッピングしてもらいました。今回ボストンクッキークランチとドリンクをセットで注文した人向けにトッピングが無料で添えることができましたので、ブルーベリーソースをトッピング、他にはキャラメルソース、ピーナッツバター、クッキークランブル、エスプレッソショットなど様々ありますので、気になるものをトッピングしてお機会にご堪能ください。そんなパグさんでのクッキーの食べ方は店内の案内にも書かれていますので、
ぜひそのままで食べた後は砕きながらアイスと混ぜていただくような、そんなスタイルで楽しんでみてほしいです。続いてご紹介しますのは、フルーツ好きにはたまらない名店ベリーココ。2020年の夏にオープンしましたフルーツ創作ダイニングです。器に収まる気がない溢れんばかりのフルーツたちなど、フルーツ好きに瞬く間に口コミが広がって、現在はこちらの吉祥寺店の他に三鷹台店、そして丸い吉祥寺店の3店舗まで拡大しました。そんなフルーツが大きな魅力なベリーココ。第1号店である本店は吉祥寺駅から末広通りを6分ほど歩いたところにありますガラス張りのビルの一角に黄色い看板が目印。その他のテナントは居酒屋パブは多く、一見しただけではこのビルにフルーツカフェが入っているとはなかなか想像ができないかもしれません。入り口をくぐりますと、フルーツの魅力にあふれるような落ち着いた空間が広がっています。店内に入ってまず目を引きますのは、新鮮なフルーツがディスプレイされていますカウンター兼冷蔵庫。桃やメロンなどの季節のフルーツは一目見ただけでみずみずしさが伝わってきます。他には厨房風景を眺めることができるようなカウンター席の他に、落ち着いたテーブル席や腰を落ち着けてゆったりと座れるようなソファー席、そして本日提供されているパフェが書かれた黒板もあります。柔らかなオレンジ色の電球に包まれながら、これから食べるフルーツたちを優しく照らしてくれます。そんなベリーココさんはオーナーの実家である農園から直送されたフルーツを使用しているのが特徴。季節ごとでまた魅力も違ってくるんですけども、この日はオレンジ農園直送のピーチ姫というものをいただいています。こちらのピーチ姫は姫という名前で少し小ぶり、それでも桃一つ丸ごと贅沢に使っています。ベーシックな桃パフェは桃3つ、桃狩りパフェは桃5つと、桃の個数がとてもボリューミーになっていますので、一人で訪れる際には少しその分量も気にしていただきつつ楽しむと良さそうです。さて、最後にご紹介しますのはプリンセスタルト吉祥寺。2025年3月のオープン以降、連日行列が絶えないようなプリンセスタルト。ご覧のようなオープンから昼過ぎまでの10時から12時頃が穴場になっています。中目黒発祥のフルーツタルトと紅茶の専門店。吉祥寺駅から吉祥寺大通り沿いに5分ほど歩くと現れる大きなガラス張りのビル。1階にタルトのイラストと店名が描かれた少しレトロな看板が目印です。さて、店内に入りますと、まず目に入りますのが映えるショーケース。マホガニー調のショーケースには季節で変わる旬のフルーツタルトが14種類ずらーっと並んでいまして、その美しさをカメラに収めようとショーケース越しに写真を撮る人もたくさんいます。白い壁を基調とした店内はショーケースと色調が統一されたブラウンのアンティーク調の家具、天井に飾られたたくさんのドライフラワーや揺らめくキャンドルの火、まるで中世のヨーロッパのヒロインが住んでそうな世界観で、プリンセスタルトという店名にもぴったりです。そんなプリンセスタルトの看板メニューは季節ごとに変わります14種類の旬のフルーツタルトと18種類の紅茶。定番のタルトに加えまして、赤いキウイが目に珍しいレッドキウイとマスカルポーネのタルトや、6月の父の日限定で2日間だけ登場したコーヒームースとカカオのタルトなど、珍しい限定タルトの登場もありますので、インスタグラム等をチェックしつつ、春夏秋冬いつ行っても楽しめるような、そんなタルトの魅力を感じてみてほしいです。さて、すべてのタルトに共通しているのは、サク&しっとりとした食感が楽しめる生地の上に選び抜かれたフルーツや素材の美しいデコレーション。美しいというのはもちろん美しく見えるカットや鍋方にもこだわっています。そしてもう一つ注目なのは、ペアリングとしていただけるような紅茶の数々。定番のアールグレイやダージリンの他に、フルーツの香りが閉じ込められたようなフレーバーティーやカモミールなどのハーブティーから選ぶことができます。18種類もあると迷ってしまうという方のために、茶葉の香りを確かめながらオーダーすることもできますので、ぜひカウンターの茶葉の香りを楽しみつつ選んでみてほしいです。そんなプリンセスタルトでこの日に注文しましたのは、とちあいかとピスタチオのナポレオンパイ。赤と緑の対照的な色合いの断面が美しく、ブラックのお皿の上に捨てられるとより華やかに映えていました。そんなタルトに今回ペアで注文しましたのはサニーピーチという紅茶。桃の香りがふわっと広がるような華やかなフレーバーティー。ポットで提供していただきますので、
カップ1杯でいただいた後に2杯目もいただくことができました。さて、戻りまして、こちらはとちあいかとピスタチオのナポレオンパイ。濃厚でありながら後味さっぱりのピスタチオクリームとそれを包み込むとちあいかのソースの酸味。タルトのさっくり&しっとりとした食感すべてがベストマッチでした。ぜひ様々なタルトの味をご堪能ください。さて、吉祥寺特集はここまで。この後、アフタートークでは今年の夏を振り返りつつ、秋に向けた展望をお話しできればと思います。その前にラップアップ。今回は前半の3つは吉祥寺の素材を感じられるようなチャイ、コーヒー、クッキーといった食の魅力をお届けしました。そして後半の2つはフルーツにこだわった注目カフェのご紹介でした。秋ということもありまして食欲が湧いてくるかと思いますけれども、吉祥寺は本当にたくさんの魅力的なお店が揃っていますので、ぜひ今回の動画だけでなくて過去の動画も参考にしていただきつつ、ぜひ井の頭公園の散策と合わせて楽しんでみてほしいです。さて、ここからはアフタートーク。今年の夏どうでしたかというテーマでお届けします。今年の夏は特にまた暑かったので、私も家にいることが多かったです。とはいっても、ちょっと合間を縫って函館まで旅行に行ってきたりとか、湘南の海に少しお出かけしたりもしていました。過去に銀座編の動画でご紹介した三種の神器であります日焼け止め、扇風機、サングラスは存分に活用させていただきまして、視界的に遮るサングラスの効果もあって少し涼しかったですし、扇風機があったことで少し快適に過ごすこともできたかなと思っています。特に海に行った時なんかは日焼け止めをしていなかった都合を一緒に行った友達が肌が痛すぎて歩けなかったなんてこともありましたので、とても活躍できたかなと思っています。とはいっても、その海だったり旅行だったりはあくまで夏のハイライト。ほとんどの時間は家で過ごしていました。家での過ごし方としましては、やっぱりアニメやドラマの一気見をさせていただきました。特に個人的には僕のヒーローアカデミアを一気見したりとか、あとはディズニープラスのガンニバルを一気見したり、様々なコンテンツを拝見しました。中でも今やっていますドラマの19番目のカルテが個人的には大好きで、各専門医との間をつなぐような総合診療医のお話は個人的にもとても印象的でした。と言いますのも、会紹介やグルメ紹介、そして旅行の紹介をしているというのも、それぞれの専門的なお店だったりとか、業種の方々がいろいろなサービスを提供している中で、私はその全体を捉えた上で、その魅力を届けるお手伝いをしているような立場かなと思っています。そう考えたときに、医療分野でいう総合診療医のような立ち回りができると、飲食や旅行分野に活気を与えて、さらに日本を豊かにすることができるかなと信じています。ちなみに本業の IT 分野に関しましても、IT はあくまで手段。そんな手段を機に日本の様々な産業が豊かになってくれればなと思っていますので、そういった貢献をする一つのヒントになったなと思っています。といった形でコンテンツを見ることで、そういった生き方のヒントも与えてくれますので、個人的には大好きです。ぜひ今回の夏の過ごし方だったりとか、思い出に残ったような作品があればコメント欄の方で教えてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。